誰もが名作と口にすればするほど流行り物として身構えてしまって、むしろ距離を取ってしまう。服好きが極まれば極まるほど、そんな息苦しいスタンスで避けているアイテムも多いことでしょう。自分にとってのそれがまさしくこのアイテムで、まだ学生だった10年以上前から憧れと抵抗、その両方を持ち続けていた一着でした。今回紹介させていただくのは小森シャツです。ブランド名をそのまま冠した代表的な定番アイテムですが、この10年でファンを増やし続けている小森の高い人気を知っているからこそ、これほどまでに潔くブランド名をそのまま背負ったこのアイテムに興味を持たれる方も多いと思います。まず簡単に小森について紹介すると、小森の設立は2011年、デザイナーの小森慶次郎氏が自身の名を冠して立ち上げました。ブランドコンセプトは、日本の気候、日本人の体型に合うシンプルで上質な日常着。現状ある洋服の原型は全て欧米から生まれており、軍服や作業着などある目的のために作られたものであるという考えから、より日本に合ったものをということに由来しています。そんな小森において、設立当初から作り続けられており、毎年2シーズンで定番リリースされているブランドの代名詞的存在がこちらの小森シャツになります。早速アイテムの特徴について紹介していくと、なんといってもこの特徴的な素材感とシルエットでしょう。小森は実際の環境に適したデザインを追求されることで知られますが、この小森シャツも例外なく、日本という環境に合わせた素材選びと日本人の体型に合わせたシルエットで作られています。素材選びについて言うと、140番手の細番手の装紙を旧式のシャトル織機を使ってゆっくりと織り、仕上げ工程を極力省くことで上質な風合いでありながら不規則な表情を持った趣あるオリジナル生地を使用。そしてその素材感も相まって、まるで空気をまとうようとも表現されるこのゆったりとしたシルエットは、小森氏自身が90年代に実際に着ていたギャルソンやスケートブランドのシャツのボックスシルエットに影響を受けてデザインされているといいます。ドレスシャツの構築をもとに最上級といえるドレスシャツの素材を使用しながら、可能な限りの仕上げ工程省略で生み出される生地は、ザ・ドレスシャツとは異なる独特な風合いと表情。それでいて縫製は非常に細かい運針でとてつもなく丁寧。クラシックなフレンチフロントで前立ても存在せず、少し薄めの美しい貝ボタン。またドレスの方向に舵を切ったかと思えば、かすかにストリートの鼓動を感じるこの緩やかなボックスシルエット。結果としてどうも分類しにくい服、ベーシックではない匿名性の高い服に仕上がっているのが何よりもの魅力でしょう。実際、自分が白シャツというワードローブにおける超重要アイテムを今更小森シャツに決めたのには理由があります。まずは多少重複しますが、ドレスとカジュアルというバランスにおいて、この一環に存在する白シャツがほとんどない点。学生の頃からずっと思っていました。パキッと美しすぎるドレスシャツ、カジュアルすぎる白いシャツ、この中間はないものかと。いわゆるドレスシャツをシンプルなデニムと合わせてみたらすぐに気づきます。丈も質感も全然合わないことに。ドレスシャツに色落ちのデニムという合わせは一見外しが効いてくれそうなものですが、このワンツーコーデが全くかっこよくない。では逆にカジュアルな白いシャツを合わせてみたならば、合ってはいるけれど自分が白シャツに求めている動きではない。しかしこの小森シャツはその探し続けていたど真ん中のバランスにはまってくれます。そしてもう一点、これも重要で、白シャツというアイテムには怖い特徴があります。それが往々にして新品が頂点の服であるという点。しかしこの小森シャツはどうも違う。実は古着好きだという小森氏は、着ていって魅力的になる服が好き。新品が頂点の服だとちょっと嫌で、そもそもそういう服はうまく作れないとおっしゃり、10年後に古着屋に並んでいてもおかしくない服、着古すことで味が出て価値が高まる服を作りたいと言います。そして着用を重ね、
洗濯を重ねていくにつれて、シームのパッカリングが生まれたり、生地の色や質感が変化していったり、経年変化、エイジングを感じられる一着に仕上がっています。例えば、この大襟に入ったステッチ。これは洗濯を繰り返しても襟が型崩れしないための補強だと言いますが、この小盛りシャツ以外でほとんど見たことがないディテールです。自分のものはまだ購入したばかりですが、これからが楽しみなのと、同じ理由で白シャツではなく青シャツもこの小盛りシャツを購入しようと決めています。ちなみにサイズ感について、自分のものは 24AW シーズンのモデルで、身長180センチでサイズ3を着用しております。小盛りシャツは立ち上げからずっとリリースされ続けているわけですが、実は 21AW シーズンに一度シルエットにマイナーチェンジが加わっております。小森氏は2019年の長谷川明義との対談でも、華奢な体型であってもその体のラインが隠れるのが大事で、ちょっと大きめな感じ、やりすぎじゃない限界ぐらいがちょうどいいとおっしゃっていました。そしてそのせいか、定番の小盛りシャツは少しアームが細いなと思うようになってきたともおっしゃっていました。なので、その部分が反映され、少しアームホール周りの太さがアップデートされたのが 21AW シーズン以降の現行のモデルになっています。パンツにこれを1枚合わせるワンツーコーデの決まり具合が非常にかっこよく、自分のバランス感覚の中ではカジュアルに着こなせる最強の白シャツかと思っております。アームホールの太さの兼ね合いもあり、インナー使いしようとすると若干もたつく可能性はありますが、最近はビッグシルエットのアイテムも多いので、秋冬でも特に問題なく着用できるでしょう。小森氏はご自身の作る服を決してトルソー映え、ハンガー映えはしない。着ていても止まったらあんまり。動いていて初めてよく見えると表現されますが、実際に着て動いて感じる部分が非常に多いアイテムかと思います。人気のアイテムですが、ぜひ一度手に取ってみてください。そんなところで小森の小森シャツの紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。